回の動画では、この杖の作り方を紹介します。始まり。まずは、ルミナスの基本を説明します。通常のルミナスは寿命が短く、一瞬で消えてしまいます。ピンポン起動などで寿命を伸ばすと、飛ばせるようになるのは有名ですね。今回は、跳ね返りのない寿命増加を採用します。芸術杖は、基本的にマナ消費が重いです。前触れ放射物が発生する構成の方が映えますからね。この解決策は2つあり、マナ追加で速射にするか、貫通トリガーにするかです。まずは、簡単な速射形式を紹介します。トリガー内でマナ追加したり、リチャージを減らしたり。タイマールミナスは炎症遅延も減らせるため、今回のパーツにうってつけです。ルミナスは重力の影響を受けるため、若干曲がってしまいます。反重力や照準アークで曲がりを修正したり、水平軌道や線形アークで角度を制限しましょう。水平軌道などは効果適用にラグがあります。多少拡散をつけて太めのビームにするのもいいですね。このままだと密度が少ないため、分割呪文でルミナスを増やします。炎症遅延が辛すぎますね。チェーンソーで踏み倒しましょう。寿命増加でチェーンソーも飛んでしまうため、ちょっと綺麗じゃないかも。遠距離炎症の中に入れました。これなら綺麗に炎症遅延を消せますね。手元から出てほしい場合は、インナースペルを入れるといいと思います。もっと分割数を増やせば、もっと明るくできます。ルミナス読み込めてないですね。プラズマカッターのアイコンっぽい。10分割は2楽マナ消費してリチャージも増えるため少し使いにくいです。無限呪文がなければアルファで複製しやすかったり。まだまだいくで。角度調整は変態を用いるとやりやすいです。細かく説明するものでもないので、映像をご覧ください。拡散減少効果が追加されてるのも地味に便利。前後しかない場合も、炎症数を増やせば同じことができます。変態の中には発射角度が制限されたものもあります。180度。これは90度。実は狭い40度。トリプリに変態をつけると、それぞれの弾ごとに向きが変わります。スペルごとではなく、放射物一つごとに割り当てられる感じです。分割呪文でも同じですね。先ほどのレーザーをおしゃれにしてみましょう。五線譜レーザーです。
千本桜の光線銃も五線譜の形をしてたら素敵ですよね。4分割なのに5本出てるのは5個目が杖ループしてるからです。分割呪文の基本ですね。杖ループしたくないときはこうしてください。もしくはこう。プリケイトを使うと複製しつつ角度指定ができて便利です。やってることは同じなので見た目も変わりません。ちなみにダイマールミナスから出すとなぜかブレるため3本でも5本に見えたりします。角度に関するテクニックはもう一つあります。それは角度固定です。この杖はどの方向に発射しても下方向に球が出ます。グリッターフィールドで速度がゼロになって遠距離栄翔が下に落ちるからです。でも下に落ちるだけじゃ面白くありません。そこで先ほどの角度調整を使います。これなら好きな方向に球を出せます。ロゴとか作れそう。もちろん普通の速射形式であれば自分で向きを指定できるためわざわざこんなことをする必要はありません。この角度固定が進化を発揮するのは貫通トリガー形式です。ワクワク。貫通トリガー形式の構成を紹介します。トリガー呪文に貫通ショットを付与することでトリガーが何度も発動するようになります。ブーメランやホーミングと一緒に使いましょう。一発撃つだけでいいため速射条件を維持しなくていいのがメリット。向きの指定がしにくいのがデメリット。重厚拡散でばらまく場合はあまり気にならないですね。先ほどの角度固定を用いれば好きな方向に飛ばすこともできます。さっきのパーツをそのまま持ってきましょう。左右発射も可能です。敵に当てて発動する場合、遠距離栄翔を挟まないとすぐに敵に当たってしまいます。このままだと敵に跳ね返らないため、ホーミングや変態でいい感じの角度にしましょう。ここでの跳ね返し方でも個性が出て面白いです。スパボが外に出ちゃってますね。順番も大事です。分岐とホーミングでちょっとおしゃれに。軌道ショットで曲げてみたり。角度が違ってそう。これで90度曲げましょう。わかりやすさのために角度固定しましたが、重厚拡散でバラした方が綺麗に見えると思います。紫の螺旋が捨て針っぽい。リセット。同じ呪文を2方向に詠唱すると対称性があって綺麗になります。変態、複製したいパーツ、リフレッシュの順で並べると2方向に同時発射することができます。試しに5000フレーザーを増やしてみましょう。
ダミーのスパゴで向きを変えることも可能。エブリアザーでトリガー内での対象発射もできます。エブリアザーの状態によっては一部手元で発動してしまいます。別の杖にエブリアザーを移して1回だけ唱えて戻すと治ります。詠唱履歴を見て2番目に遠距離詠唱が発動すれば成功です。他にも芸術杖のパーツは無数にあります。いろいろ試しながら遊んでみましょう。結果発表。最後に今回のまとめとして五線譜の裏ロゴを解説します。貫通ホーミング、角度固定、気力の輪は演出用です。角度調整、ドリプリで3方向を潰してるのがおしゃれですね。五線フレーザー、遅延詠唱で3ドローしてプリケイトで向きを決めてます。最後にリフレッシュでトリプリと五線譜を再読み込み、回数制限もすべて踏み倒します。今更ですが、今回の動画では詠唱ブロックごとに色をつけてます。杖ループ後の挙動は2段目に書いてたり、捨て札送りになった部分は飛ばしてたり、動画をリフレッシュして、もう一周見るのもいいかもしれません。皆さんもぜひ、芸術杖を作って動画にしてください。かっこよさそうなパーツ紹介だけでも需要は高いと思います。ということで、今回の動画を締めたいと思います。次は、あなたの動画で会いましょう。